オス、西月歩、塩田正宏です。今日は岡本先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。で、今回は剣の握り方、打ち方であったりとか説明していただくんですけども、先生さっき北斎の話であったりとか、もうめちゃくちゃ本読んでるじゃないですか。で、それを言語化できていて、なんでそんなにお詳しいんですか？もともと。オタクだからね。オタクだから。基本的に。最初は本当にオタクなんです。日本で一番最初に、いわゆるコスプレをやったのは我々のグループ。歌って踊れる武道家が私のモチーフです。コスプレイヤーだったんですね。コスプレイヤーですね。昔コミケの前身みたいな、漫画カーニバルというのを3カ所ぐらいでっかい小屋を借りて、寸劇あり、販売あり、いろいろやったんです。もう歴史の中にも出てますけれども、ウィキペディアで調べれば出てくるかもしれません。だから基本的に私、根っこがオタクなんで、それが武術の方向に行くんです。そうすると、いろんな情報を全部武術に結びつけていくんです。ね、バレエにしても、釣りにしても、全部武術だよね。よいしょって魚を。釣りもですか？はい、釣り堀で、こんなことしないんです。バカ荒れるから、みんなにチッって言われちゃうんですよ。あの野郎下手くそな引き上げ方しやがってって。半径3メートルぐらい長くなっちゃうんですよ。そうすると周りの人がチッって言うんです。だから魚ってスーッと釣り上げましょう。で、魚が水面からポッと上がった瞬間にシュワッって言ってバタバタし始める。釣り堀で見てるとたまにね、上手い人いるんですよね。うまいな。魚釣られてるの分かってねえよって。日本だから生まれることですねって今話してて分かった。今の釣りのこともそうですけども、さっきの木越しの時の話の、やっぱり周りへの配慮というか、その立つ時とか、服を乱さないとか、そういったところって、日本だからこそ生まれる技術というか。しつけっていう漢字は身を美しくとかです。ペシじゃないんですよ。しつけって身を動かすことに美しく。で、美しくっていうのは、周りを平穏にしとかないといけないんですよ。ガヤガヤゾワゾワっていうのはダメなんですよね。ですからさっきのこれなんかも、よいしょって釣れますよね。これが刀の柄の持ち方。同じってことなんですね。それについて、ちょっとこれだと見にくいと思うので、先生。一番大事なことです。まず持ち方ですね、先生。普通、柄を握ります。上からって言っても指で握ります。指で握ると、何も起きないです。ちょっとこれ持ってて。何も起きない。よいしょ。さっといきます。今の剣道って、小手がもう形決めてるから、それをパコッとはめて、よいしょって握ってる。それ手の内の操作一切できないんです。それに対して、これ見ててください。指つかないんですよ。触れてるだけなんです。塩剣巻って手のひらがクーッと巻きつくようにするのが手の内です。で、こっち回転。ねじれてます。こっち回転が逆にかかります。こうかかって、こうかかり直して。よいしょ、よいしょ。で、今持ってるから上がるんだ。関係あります。よいしょ、ほらしょ。物理的にありえない現象ですよね。これが日本の武術です。日本の剣術。中国拳法なんかは、ビヨンビヨンビヨンっていう剣のしなり、しなりを使ってそれをかけます。ビヨン。ビヨンビヨンそれ、プラスチックの板みたいなのがあると分かりやすいんですけどね。手出して、よいしょ。ビヨン、ビヨン。要は、しなりを使ってかけてだから中国の剣ってしなるでしょ。槍もビン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 しなるでしょ。それを使っていわば合気をかける。それできない中国拳法は剣の方ですね。は違う。よいしょって入って。で、映画なんかだとここ見せないんでわからないんですけど、実際にはひょんにスパッとできる。だから片手剣が基本ですよね。あちらって片手剣なんですね。で、剣を習うことによって体術を習うというのが基本の意識の中にありますから、よいしょと。片手ですもんね、先生。ということを、これでやりましょう。
八景章なんかおお。でここでくっついてこうしてあとは足のここで用意でしょ、前の回の骨盤操作なんですけどとこしょ浮かせてるからほんのわずかとつけて浮かせてるからギュッと入れるよね。いや今の多分ね結構説明は私も聞いてきたけども僕がにちょっと教えていただいて、これも先にね触るじゃないですか、重さがここの持ち方だけで僕の体を使ってちょっと説明していただきたいなと思って。下から握らない上からかぶせる手のひらをかぶせるこういう感じです。つまりみんなに持とうと思って下から持つんです、そうじゃない上からふわっとかぶせるだけです。でそれを落っこちそうなんで下からこうやって支えてるだけです、はい、イメージとしてはね。でこれでもうかかります。4箇条みたいな。そうです。4箇条ってこれですよ。その説明はまた後ほどだからこうやってみんなこうやってかけたがるのがこういうイメージか。ここでかける。なるほど。確かにこうなるとなんかちょっと前意識したけどやっぱこっちに戻んなきゃいけないでみんなこれ頭でかけようとするんですね。頭でかけますね。ここの放線状強力靭帯っていう肋骨がここにはまり込んでるところのパッキンをキュッと絞る。何靭帯？放線状、要するにこう放線になってますよねっていう。で肋骨がこうなってて、でここにパッキン、胸骨に肋骨がはめ込まれてる部分をパッキンで留めてる。そのパッキンが放線状強肋、胸骨と肋骨をつないでいる靭帯なんです。それをキュッと締めるんです。締める1ミリしか締まりませんけど、ここを締める。一気にこれ大胸筋でやるとね、軽い。ダメですね。咳込んでくる。石よ。こう。そう。アイソレーションなんですけど。なるほど。みんなこうなっちゃうのか。確かに全然違う。だから生活動作でしょ。普通にやってる動作の中に本質があります。お前。なんか確かになんか息を20秒吐いた状態がなんか重くなるって僕はなんか説明してたりするんですけど、やっぱ体全体がなんか重くなって、この時にこうキュッと締まってるんですね。なんでしょうか。バランスを取ったんです。胸の重心があっち行ったりこっち行ったりしないようにここをキュッと固めて、それが一瞬でやるには咳がいいっていう感じ。生活動作の中にここを一緒にキュッと固める動作がある。それって何ですか？咳払い。太極拳やなんかでいう後月抜声、あるいは演奏、2.1 なんかの演奏ってこれを小手だけをよいしょって回した状態がこれからよいしょ、これが演奏だから切る気がないんですよ。ほぼやる気がないよいしょ、ほらしょ、これが演奏の正体。1円2円の円に相談の相、演奏っていう、つまり、中国拳法後月抜声あるいは担当法でやる技術がそうです。つまりああいうものって相手がつけないと効果がわからないんです。自分の中でこうやってやっててやってて何やってるかわかんないでしょ。相手をつけてちゃんとできてるかな、これができるようだったらそれは正解ですよね。でこれを受けの時に使いたい。照明をつけますよね。じゃないです。が堅実なんです。トンと言うでしょ。2.1 ルポです。だから相手が刀を打って待ってるんです。早く来てよいしょって受けてひょいと浮かして、そのまま生すぎに。で今回剣の説明だから先生今こう
でこう合わせた後の手の使い方っていうのはまあ同じってことなんですけども、実は諏訪田剣術だと触れた後からでいいんですけれども、甲冑剣術の場合はもうかかってるよね。用意しょってやってると切る時にはいいんですけどね、いつ来るか分かんないでしょ。これ準備しとかなきゃいけないでしょ。今先生片手でこう止められて、で僕がこういけないのは最初のこの時点でずらされてるんですよ。だからまっすぐ思いっきり受けてうんとかいう感じがこれがないから、こうずれてるってことなんか。だからこれでもやりますよって。だからまっすぐ切り込めないですね。これが小太刀の術です。今日八流なんかを中心に、まあ、中上流とかそこら辺は小太刀が主なんですね。長い太刀をブンブンって片手相当でブンブンじゃないですか。小太刀の方が操作しやすいでしょ。使うだと短いでしょ。小太刀だと胸に触れるでしょ。そうすると両方で支えられるようになってる。そこに手の内の技術が入ってるとこれができるよ。だからよいしょどこしょっていうのがあるんで、これが合気道でいう自分が小太刀を持っていなくてもできるよねっていうのが無刀取りの無刀性っていうのはそういうことなんです。だから刀を持ってなくても手の内が完成してここに力のバーみたいなのが出来上がってはい打っていきますよ。スッとできますよね。なるほど。あ、手の内。はい。こうではあります。指動かない。指動かない。つまりこれやらないと。はいはいはい。指は曲がりますけれども、曲がるだけなんです。曲げてないんです。曲げる運動しないんです。手のひらがくる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 っと巻きついていくから、スルメが焼けてくるくるくるっと回るでしょ。あれタンパク質が焼けるから収縮しますよねって、つまりスルメが焼かれてくるくるくるっと回る力が手の内なんです。それで塚を持つんです。こういうことではなくてこう寄ってくるってことですね。この中ね。はい。よーいしょこーらしょ。上にしても、なるほどね。はい。何にしても全部これです。よーいしょこーらしょ。おお。つまり合気道ってこれなんです。上用意しょこらしょって持ってふっと触れると、触れるよね。それができないんで持たせてっていう話になるんですよね。てこじゃないんですよ。みんなここにてこだと思ってるでしょ。かかるんですよ。なるほど。だから合気道の原型になったと思われる神道のそういう基本的に剣術です。甲冑時代の剣術なんです。宮本武蔵にコテンパンにやられた武装権之助がどうしたのかいと思っていろいろ試行錯誤した挙句、刀の塚を持つんじゃなくて杖を持って刀と同じ持ち方をすると合気道になるよね。どこしょどこしょこうじゃないですね。こうやって使うと小腱膜の縦側と横側、要は小腱膜ってネットなんです。そのネットが収縮すると指いらない。今収縮したんですか。ちょいってちょっと、高低差をつけましょう。いきますよ。パカッ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 とやって刀をつまり刀の握り方でこれをパカッとやるからこれ全体に合気がかかる。パカッでこれを上芝王はさっき言った大正11年の時に教わってるんです。で抗眼筋使ってよいしょって大体上腕骨よいしょってさらにあの時の姿勢っておかしいでしょ。記録フィルム見てると、こんな感じでしょ。ふわっとしてないですよ。とやって刀こうやって持ってこうやる必要がないからこれはいらないんだけど、これでよいしょって
くっつくものなんです。尾張柳生の春風館というところの神戸健一先生って、新影ってね、刀と刀がくっつくんだよって、そういう言葉を残してます。で、刀の代わりに手刀だとすると、はい、手刀と手刀がこういうところにつく。だから自由自在にコントロールできるでしょ。ちょっと手グッとついて、肩でグッとついて、はい、肩でください。グッとついて、腰グッと下ろして。絶対いかないはずです。いかないですね。いかないですよね。おお、なるほど。このレベルの話なんです、手の内。この技術を教わったのは、おそらく上芝王と、上芝王がまあ一応全部ついで、飛車拓磨も一応免許改伝なんで、かけらはもらってるんです。免許改伝は前提ではないんです。だから飛車さんの方が上芝さんよりも習ってないんです。習ってないから鶴山先生に対して新影が走ってるから研究しなさいと、そういう移植を委託した。それって何ですか？でも武田宗覚も誰かから習ってるんですよね。そのじゃあなんか大元っていうは誰だと思うんですか？それが分かんないです。上芝王に渡したさっき言った新影流の免状、真理教って言いますけれども、その真理教があの当時普通に出版されてるわけがないんです。誰か正式に真理教を持ってる人から正式にもらってるんです。それをいつも合菜袋に入れて大事大事に持ってたって息子の徳宗さん言ってますけれども、宗覚にとってもその真理教ってすごい大事な巻物だった。で、上芝王に対して大正11年の綾部で特別教典をやった時にそれの写しを渡してある。つまり大東流の中で新影流体術の流れがあって、それを正式に継いでいるのは上芝王だけです。飛車さんはかけらを継いだんで、わし全部やれんからあんたやって、若いからあんたやりなさいって。で、鶴山殿にはそれが残ってるはずなんですけどねっていう。ですから、うちの殿のみんな大体新影流やりに来るんですけれども、つかめないなっていう。つまりこれができないよねって言われました。合気道は本当はっていう言い方、今は岸丸さんが技術を変えちゃったんであれなんですけどね。でも塩田海藻は平家の寄せでちゃんと形が残ってますね。触れたらふっと浮くものなんです。なんか押し切るような感じになってますけど、で刀を持つというのはこれでいいんです。重い。先からね、やっぱ伝わってきますね。おそらくこれが上芝王が習った技術。指使ってないでしょ。単に巻きつけてる。こういう力がかかるから握ってなくてもよいしお弟子さんと同じ感じになっちゃったこの動きです。こうじゃないんです。結果的に塚を握らなきゃいけないんで指は曲がるんですけど、曲げるんじゃないです。巻きつけるときにしょうがない、曲がるんです。でもここの内側にすごい力がかかってる。内側にすごい力がかかってるから上げれるんです。だからそれだけですごい。ありがとうございます。本当にもっとは、思うことがあったんですけども、やっぱ手の中ですよね、手の内。手のひらの人体なんですかね。ここに長小筋っていう、ここにちっちゃい筋肉。で、ちょっと見ててください。ここにふっと浮き上がります。これが長小筋で引っ張っている腱です。この腱がここのところで分岐し始めるんです。で、ネット状態になる。縦と横でネット状態になって、それが収縮させるとここの腱が浮き上がる。長小筋で視床腱膜自体が下にぐっと引き下がるように引っ張られる。そうすると何かというと、これ摩擦係数なんです。力じゃないんです。
摩擦係数が増えるんです。はい。摩擦力とも言います。よいしょ。おお、すげえ。で、この運動って、通常の生活の中で刀使わないでどうやってできますか？お箸でつまむ技術です。上島守江先生が、そのお箸をね、持てれば、その力だけで合気道は十分だっていう、ちょっと意味が少し分かりました。で、やっぱり、ここの操作っていうのは結構大事だと思います。大統領もね、いろんな、形があったりしますけども、やっぱ合気道も、ここね、指を大きく張れっていうのは、そういったところを、鍛えるためだったりとか、あると思いますので、ちょっとまた、次回の動画で、先生また説明していただけたらと思います。すいません、ありがとうございました。